はい、皆さんこんにちは、石野果歩です。今回は意外と知らない行書の基本点画というテーマでお話をしていきます。そもそも行書って基本点画があるのかないのか、ここは結構皆さんも気になってらっしゃる部分なんじゃないかなというふうに思います。結論から言うと、行書の基本点画はあるとも言えるし、ないとも言えるんですよね。どういうことかっていうと、例えば学校教育でなら国語科書写の観点、中学生に入ると行書をやる感じでいくと、基本的には記筆の角度が大体決まってたりとか、点節がちょっと丸みを帯びたりとかっていう大体のルールに沿って書かれることが多いので、基本点画はあると言えると思うんですね。ただ大人になって習う書道って古典をベースにすることが多いですよね。なので今回はその観点からいくと、基本点画はないということになるんです。基本点画がないってなると、皆さんもやっぱり迷いが生じたりとか、どういう風に学んでいけばいいんだろうっていう風になると思ったので、今回は基本点画はないんだけれども、行書においてこれさえ意識すればめちゃくちゃいい行書になりますよっていうポイントをお伝えさせていただきたいと思います。はい、今日の添削の方はこちらです。須永優穂さんですね。書道歴が約7年ということで、多分これ子供の頃にやってたのと大人になってからの年数を合わせた期間が7年ということですね。で、コメント。大岸の習字小教授を書きました。習字小教授は大岸のあらゆる書籍から習字を基本として目当ての字がなければパーツを組み合わせて作られたせいか作品としてまとめにくさは感じますが、一字一字が主役、そんな印象を受けます。今回の5字ははじめ3字と残り2字で空気がガラッと変わるのが面白いと思って選びました。原点の拓本にはない脈や全体のまとまりを補う気持ちで書きました。見識がすごい深い方の文章ですよね。行宗の拓本の古典を臨書する際、その石に刻み込んだ原点の雰囲気につられて、ほとんど楷書に似た硬い線になることがあります。そもそも拓本から臨書すること自体が高難度というのはきっとありますが、行宗ってもっと生きた感じの柔らかい線なのにと反省します。そんなことを考えているとき、楷書や隷書の基本点画のように行宗の基本点画というものはあるのか気になりました。行宗で品質する筆使いを土台として知れば、拓本のお手本でも選出を捉えやすくなるかもしれないと思いました。添削お願いしますということですね。素晴らしいですよね。もう質問が素晴らしいと思いました。土台としてある程度のこういうのが多いよっていうのを知れば、石に刻んであるお手本からも筆跡が読み取りやすいっていうこと、確かにその通りだと思います。大岸っていうとやっぱり記筆の表情も様々っていうところに魅力があるし、筆の面の使い方もいろいろある。例えばこれっていう字なんか50文字以上この習字小教授に出てくるはずなんですよ。その50文字以上のこれっていう字が全部違う字形になるように変形させられている。これは唐の時代の美意識も入ってると思うんですけれども、大岸自身がそのように書いていたっていう裏付けがありますよね。なので変化が一番重要なんですね、行書において。基本点画を見出す土台というものも、もしかしたら見出すのが難しい可能性は高い。ただですね、私にとって行書書くときにこれめっちゃ重要っていうところあるんでお伝えしていきますね。じゃあ早速手元カメラでお見せしたいと思います。はい、それでは作品を見ていきます。まず全体からですね。全体の雰囲気としてはすごくよく捉えて描けてるなという印象でした。須永さんがおっしゃるように1行目のこの3文字の雰囲気って結構カチッとしてるというか、行書だなっていう感じですよね。で、次、2行目に行くと草書味を帯びるっていうか、少し崩し方が大胆になって、白い感じの印象を受けますよね。明るい重厚みたいな、そのぐらいのコントラストがある場面だなって私も思います。そこの部分をうまく調和させて書けたんじゃないでしょうか。この義っていう字のここの部分を集めて書いたりとか、優っていう字のここの部分を充実させたりとかっていうのが多分須永さんなりの調和のさせ方なんじゃないかなと思うので、そういった工夫ができてるっていうところはもう花丸ですよね。素晴らしい。全体の実物サイズもいいと思います。ではその肝心の行書らしさを補うっていうところですよね。今から私が説明するすごく重要なテクニック。これを守って書くことによって多分今よりずっと良くなると思うんですよね。具体的にどうするといいかっていうと、筆の迎え入れる角度っていうのがすごく重要です。起筆の表情とかしっかりよく捉えて書けてると思うんですけど、その起筆に入る瞬間のこの筆が入ってくる角度、これがとっても重要なんですよね。今どちらかというと上からの圧がかかってるように感じます。須永さんがそうやってるって意味じゃなくて、そういう風に見えてるって意味で大げさに書きますと、上からドスンって、上からドスン
ドスンって書いて見えるんですよ。どんだけ重いのみたいな。私のアドバイスとしては、これを上からじゃなくて、もっと低空飛行で入ってきてほしいんですよ。例えば、こんな、わかります？紙の上をこう動いてる感じ。ぴょん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 ジャンプするんじゃなくて、なるべく低空飛行で。子供の時、川とか行って、石で水切りしませんでした？石をなるべく水平に近づけて、パーンって、しかも回転かけながらこうやって回して、投げると、水面の上をポン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 ってスキップしていく感じ。あれの原理と全く一緒で、これ今、すべての気筆収出とかそういう点角が水切りに例えると、めちゃめちゃ川に沈んでいくような感じがするんですよね。行書って水切りのように水面をスキップするように書く書体なんですよね。絶対石沈ませたくないんです。今の置き方だと完全に石が川の下に沈んじゃうので、どうすればいいかっていうと、水切りと一緒でなるべく水平に近い角度で入出していくっていうこと。これをやっていただくことによって、線が行書らしくもっとなってくれると思います。今十分に筆脈を補っていただいたりとかして、行書的な要素っていうのは須永さんなりに入れていただきました。その意識はずっと保っていただきながら、プラスアルファで今のテクニックです。上から置くんじゃなくて、こう置くじゃないですか。こんな感じ。水面の近くをこうやって入れていく感じです。これとかよく見ていただくとわかると思うんですけど、こういう回転かかって入出してるのわかります？水切りもある程度石に回転数があるから沈まないで安定した角度でいつも水面に着地できていくんですよね。筆も一緒です。何にも回転かけないで置くとマジで地球の方向に力かかって石沈んじゃうんですよ。だけどこの回転力があるおかげでいつも安定してこの紙面の上に着地できる。重力がかかりすぎることがないわけです。筆を迎え入れる角度がうまくいった時って重力が例えば1かかってたとすると、この反発力はだいたい3倍以上はかかってくるはず。こうやって入れた時は重力よりも3倍バネを感じて下に行けるはずなんですよ。だけどこうやって置いちゃった時、上から置いちゃった時は重力がかかりすぎてて次に向かう力が生まれません。帰ってくるのは上への力のみで次に進む力にはならないっていう。ピヨーンってなるだけで何にも前に進めないみたいな流れがなくなるわけですよ。今どちらかというとその状態です。なので、こういうところとか、なるだけ水平に近い角度で水面に当てていく。水切りのように石がポンポンポンってうまくスキップしてくれました。で、例えばここの部分とか、これ実角といってめちゃめちゃ必要な線なのにめっちゃ細い。こういう場合どうすればいいか。まっすぐ描きすぎちゃうとひょろひょろ。なので、わかります？ S の字を書くみたいに。めっちゃ大げさですよ、これ言っときますけど。やりすぎですからね。こんなやったら嫌味になりますから。でもこのぐらいの気持ちで運ぶんです。水切りの原理と一緒で回転力があるから安定して進める。言ったら右回転のリズムと左回転のリズムを一本の線の中に入れることによって線が末端まで安定するっていうこと。そういうテクニックを入れていくのが行書なんですよ。なんで扇紙ってこんなに細い線なのに最後まで張りのある線が保てているんだ。実はこの回転力っていうのをめちゃめちゃ利用してるのが扇紙なんです。行書のやり方わかんなくなったら一回川行ってください、皆さん。で、平べったい石探してめっちゃ回転かけるのとなるべく水平に近い感じで石を投げる。これを覚えればそのまま行書に活かせます。行書の基本的な基本点角っていうのはお伝えするのは難しいと思うんですけど、テクニックとしてはなるべく紙面から筆を上げないということ。もちろん強い起筆の時ってあるんですよ。こういうね、太っちょな起筆とか、こうやって置きたくなりますよね、上から。置いた方が太くなるもんっていう。でも、そういうところもぐっとこらえていただいて、こう入れていくわけですよ。わかります？こう、横から来た。紙面にギリギリ、はいみたいな感じで入れていくわけです。起筆の角度じゃないんです。迎え入れる角度が、こういう角度で迎え入れてくださいね。こう落とすんじゃない。こう迎え入れる。もう今日素晴らしい皆さんにとっては収穫だったんじゃないでしょうか。はい、皆さんいかがだったでしょうか。私も行さんの説明になってすごい白熱しちゃいました。で、結果、石の水切りっていうところに着地したんで、皆さんもそれだったら多分子供の頃に一度は経験あると思うんですよね。川遊びとか行きませんでしたか？その記憶とかでもいいので思い返していただけると行相に必ずつながる部分っていうのがあるんですね。石にかかるこの水面のこの水が迎え入れる石の角度、そのスピードと回転力、これがあるから
うまくスキップする。その原理と行書は全く一緒だということ。私はそう思ってます。あくまで個人の見解なので、参考にするかしないかは皆さんにお任せしますが、一つの分かりやすい例として参考にしていただけるといいかなというふうに思っています。拓本から読み解くとどうしても硬くなってしまうんです。でもその拓本も元々は筆で書かれたもの。この石の水切りを思い出すことによって、紙面の上をジャンプすることなく、紙面に近く飛行することによって、うまく行素的な柔らかさが出せるんだっていうところが伝わればいいかなというふうに思って、今回動画配信させていただきました。今回の動画役に立ったなと思っていただけましたら、ぜひいいねボタンよろしくお願いします。動画の感想もコメント欄の方にお待ちしております。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。私の書道学校。書道で人生を豊かに。